イラストレーター2026はこんなにたくさんのパスに対してぼかしをかけてもスムーズに動く。確かにパフォーマンスは向上してるんですが、バグ問題どうなったん？こんにちは、専門学校講師のいられさんです。で、いられのバグは治ったん？今回は先日開催された Adobe Max 2025に合わせてイラストレーターがアップデートされたという内容です。今回のアップデートはメジャーアップデートと呼ばれる大型アップデートで、名称もイラストレーター2025から2026バージョン30に変更されています。このアップデートでいろいろ新しくなっているわけですが、いつもと少し様子が違うのが2026の傾向です。もちろん新機能も気になるんですが、それよりも注目していることってやっぱりあれじゃないですか？いられのバグ問題。私の動画ではあまり触れなかったんですけれども、前のバージョンイラストレーター2025はファイルが開けないとか、作業中にクラッシュするとか、フリーズするとか、なんか挙動がおかしいなどなど、様々なバグが報告されていたんです。これはもう世界中からのようですね。で、今回の2026アップデートで果たしてそれが解消されているのかどうか、ここが一番の注目ポイントかなというふうに思っています。ということで今回はイラストレーター2026の新機能の紹介と、そしてバグ問題どうなったのかも一緒に見ていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しくわかりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。YouTube よりも本格的に学びたいという方は私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。生成 AI の強化。まずは生成 AI から見ていきたいと思います。イラストレーターで生成 AI を使うときにモデルを選べるようになりました。Firefly Vector 3と Firefly Vector 4。Vector 4の方がより複雑で高品質なベクターを生成できるということのようなんですけれども、こちら試していきたいと思います。で、検証するのにどういうのがいいのかなと思ったんですけれど、これで比較するのが分かりやすいかなと思いました。こちら2023年で作ったのがこちらです。2023年に女性の顔アニメという超シンプルなプロンプトで生成したのがこちらです。2024年バージョン、ちょうど1年と少し前くらいですかね。こちらも女性顔アニメという超シンプルなプロンプトで生成したのがこちらです。今の私だったらもう少しなんかいろんな言葉を書いてですね、もっといろんなプロンプトでやっていくと思うんですけれども、ここは一つですね。どれぐらい変わったのかっていうところを検証するべく、同じプロンプトでやっていきたいと思います。では前回の設定と同じですね。こちら Vector 4を使いながらやっていきたいと思います。どうなるでしょう？生成。はい、できました。こんな感じになりました。ちょっとなんか毛色がだいぶ違うものになっているのかなという印象ですね。まあちょっと参照させてみながらやってみましょうか。はい、できました。こんな感じのようです。参照しているんですけれど、あまりなんか水色の髪の毛とかが引き継がれたりしない感じですね。前はもっと言うこと聞いた気がするんですけれども、こんな感じになりましたというところですね。この辺とかは綺麗にできてて上手かなという気はするんですが、画像を参照してこれと同じテイストでっていう使い方がちょっと使いにくくなっているのかもしれません。ちょっと審議ですね、これは。もうちょっと別のものを試してみたいと思います。こちらもおおよそ1年前、猫という超シンプルなプロンプトでシーンで作成、被写体で作成、アイコンで作成、こちらでやったものなんですけれども、同じものを Firefly Vector 4でどんな風に生成されていくのか試してみたいと思います。はい、ということでこのような変化が見られました。
アイコンの方がなんか精度が上がっているのがわかるような気がします。絵柄のテイストが変わったかなっていう気はしますけれども、どっちが好みかは本当に好みの問題って感じですかね。手を挙げた猫っていう形でこのままプロンプト生成してみたいと思います。ちょっともう少し注文を入れてみたいと思います。例えばナノバナナとかチャット GPT とかだとこの辺の意図を汲み取って生成してくれると思うんですけれども、その辺どうでしょうかね。ちょっとうまくいかないみたいですね。正直なところ他の AI の方が強いかなっていう印象はあります。パフォーマンスの改善。今までよりも複雑なレイヤーだったりたくさんのパスがあってもスムーズに動作するようにパフォーマンスが強化されたということです。ちょっと無駄にいっぱいオブジェクトを増やしてやってみたいと思いますけれども、こんな感じでですね、もうカオスな状態になっていますけれども、ズームツールとかで、引っかかったりよくしてたと思うんですが、意外となんかこうスムーズに動く感じあるの分かりますでしょうか。ここまで増えるとさすがに私ももうちょっと重たくなるかなっていう感覚があるんですけれども、ちょっと重たいですね。ちょっと重たいかな、さすがに。でも速くなったかなっていう感覚は分かってもらえるかなっていうふうに思います。なんか動作は結構スムーズだなっていう、これ本当にいいですね。ぼかしなんかかけても大丈夫だっていう話なんですが、ぼかしなどをかけたラストライズの効果がかかっていても、スムーズに動く。動きやすい。確かに動きやすいです。これすごいですね。いいと思います。ということでパフォーマンスが強化されたでした。フォントオプション機能の強化。フォントにまつわる部分が強化されたというのが新しいアップデートの一つです。文字パネルのこのフォントのところからこの辺が特に変わってますよね。最近追加したフォントの他にローカルフォントを表示、ドキュメント内のフォントを表示で追加されたフォントを表示ということで、この辺の操作性が変わりましたね。あとはライブラリっていうのが追加されてるみたいですね。要はここにフォントライブラリというのを追加して用途に合わせたフォントを整理しておく場所みたいなものでしょうかね。でもっと探すから新しいフォントを追加することができるんですけれども、スタイルの検索もこんな感じで整理されて探しやすくなってる感じがします。で人気のフォントとかも表示されたりしていいですね。先ほどのライブラリに追加というのがここに追加されていて、追加をクリックで新規ライブラリにしておくとライブラリに追加されて、用途に合わせて使うことができるっていう感じでしょうかね。これ便利ですね。ということでフォント周りが強化されたでした。スナップ機能の強化。オブジェクトに対してスナップする箇所が増えました。例えばこういった丸があって、で直線を描いた時にですね、ここ今のこれそうです。整節というのが増えました。これに設定すると円にぴったりと合うっていうことなんですね。なんかちょっと間違えてこういうずれた感じにならないっていうことなんですね。これ便利ですよね。であとはこの適当に引いたこの線に対してこれだ、直角な線を引くことも可能になりました。なので、こういった曖昧な線に対して綺麗な直角を引くことができるので、より幾何学的な模様を作成しやすくなっているのかなっていう感じですね。いいですね。なんか45度とかそういう計算が不要でこういう風にどんどん増やしていくことができるということで、私こういう機能大好きです。ありがたいです。ということでスナップ機能の強化でした。グラデーションの精度が向上。新しいイラストレーターではグラデーションの精度が上がりました。こちらは前に作ったショート動画用のイラストなんですけれども、実はここが同じ色なんだよっていう錯視を利用した面白いイラストなんですが、その時に私このグラデーション使ってたんですけれども、ここら辺ですね、グラデーション使ってたんですけれども、分かりますか？ちょっとなんか段になっているの見えるかな。こういうグラデーションになっているんだけれども少し段になって見えてしまうのをバンディングというのですが、これが
改善されたということでやってみたいと思います。で、グラデーションパネルなんですけれども、この辺が変わりましたね。バンディングを軽減ということでディザやってみたいと思います。こちらの段になってしまっているグラデーションがあるときに、このディザをクリックすると、わかりますか？段がなくなってスムーズに見えるの。素晴らしいですね。これがディザで綺麗にいくようになりましたということですね。で、あとクラシック、知覚的と、グラデーションの方式が選べるようになっているようです。例えばこんなグラデーションで今クラシックになってるんですけれども、グラデーションを作成する上で技術的な考え方、理論的には正しいんですが、人間の感覚的にはちょっと違う部分が存在したりします。その人間の感覚的な部分に合わせる方式がこの知覚的というグラデーションの作成方法になります。比べるとこんな感じの違いがあります。ということで、グラデーションの方式を選ぶことができるようになったということですね。アートボード操作の改善。最後はアートボード周りです。アートボードを簡単に整理したり書き出したりロックしたりすることができるようになりました。基本的にはこのアートボードツール、ショートカットシフト O の操作が改善されたってことなんですけれども、アートボードツールを選んだ状態で右クリックをすると、アートボードをロックとか再配置、方向切り替えとか、アートボードオプション、このアートボードを書き出しとか、そういったことができるようになっています。これ便利ですね。と、こんな感じで、これで全てというわけではないんですが、私の注目したアップデートはこちらの内容です。続いて、では一番気になるバグの問題について調査した結果を報告していきたいと思います。いられ2025バグ問題、アップデートで改善されたのか。ではバグ問題についてです。公式リリースノートを徹底調査いたしました。以前のバージョンで見られたバグたちは一体どうなったでしょうか。報告していきたいと思います。調査結果、結論から言うなら、日常的なストレスになるバグは多数修正されました。ただし、最も影響の大きかったあのバグの修正は公式リストに記載されていないという、なんとも言い難い結果となりました。では、修正された問題から発表していきます。日々の作業の安定性は向上ということで、保存中にフリーズが遅くなる問題、フォントが勝手に置き換わる問題、その他日常的な不具合、この辺の不具合は公式ではっきりと修正されたというふうに書かれておりました。保存中にフリーズ遅くなる問題、確かにセーブ遅い時あったと思うんですけれど、あれバグだったんですね。私のパソコンのせいなのかななんて思ってました。あとフォントが勝手に置き換わる問題、これはちょっと経験したことがなかったです。日常的な不具合、こちらも様々なものが改善されているということのようです。そして修正がまだされていないのがこちらです。イラストレーターのファイル自体が破損するという問題があったそうなんですが、修正されたという正式な記載はありませんでした。これ私はちょっと本当に経験ないんですけれども、イラストレーターのデータが破損して開けないってなるとかなり困った内容ですよね。またこの動画の撮影中なんですが、クラッシュしまして、ちょっと安定性重視の人は様子を見た方がいいのかもしれません。ということでまとめです。いられ2026はグラデーションが強化されたり、アートボードの操作が簡単になったり、パフォーマンスがアップしたりと、確かに素晴らしいアップデートはたくさんあったようです。ただバグが完璧に改善されたというふうには言いにくいのかなというふうに感じました。私が今これ収録してる時もいられ2026を使っていたんですけれども、実際フリーズしましたし、コミュニティなどでもフリーズの報告があったりするので、ちょっとまだ安心安全とは言いにくいのかもしれません。皆さんはいられ2026アップデートをする予定でしょうか？それとももう少し様子を見ますか？ぜひコメントで教えてください。個人的にはね、Adobe さんものすごく応援してて頑張ってほしいなというふうに思ってるんですけれど、これは紹介しないわけにはいかないと思いまして動画にいたしました。この動画が参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録していただけると
休み返上で頑張っていた私としても報われる気持ちです。ということで今回の動画は以上となります。イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。